皆さんこんばんは。ムーパルチャンネルより生放送でお送りいたします国会非常事態対策委員会司会の立花健三です。この番組は今起こっている世界情勢、そして日本を取り巻く環境、政治経済外交とあらゆる問題を通して日頃我々が知り得ない情報を皆様にお届けし、またそのことを皆様方と共有できればという思いでお送りいたしております。それでは早速いつものお二人のコメンテーターをご紹介させていただきます。お二人とも世界平和委員会代表者でいらっしゃいます。まず空手道本庁武道総本庁の総裁でいらっしゃいます長道院大覚氏、そして、国際ジャーナリストおよびノンフィクション作家でいらっしゃいますベンジャミン・フルフォードさん、いつものお二人とともに進めてまいりたいと思います。ベンジャミンさん、最近、韓国に行ってらっしゃったそうですけども、何か新しい今日話していただく内容、まあいろんな話ありますけれども、まず韓国行って韓国の政府の方々と話をして、で基本的に南北統一に前向きな体制を持ってるんですよ今。金正恩にその豪邸とプレイボーイライフスタイルと何か象徴的なタイトルを与えて、それで和解しようじゃないかっていうことで話が進んでるんですよ。あとプサンで新しい金融特区を作りたいって言ってたんですよ。でもまあ韓国よりもね面白かったのは、やっぱりねそのイギリスとスイスのニュースなんですよね。イギリスの参議院で15兆ドルの詐欺が、についての発言があったで、詳しい資料全部提出されたんですよ。でその詐欺をやったのは米連銀、アメリカのドルを吸ってる連中が詐欺をやってるということをイギリスの議会で言ってるわけ。僕の陰謀サイトじゃなくてですね、いわゆる国会で正式な発言として資料の証拠を出しながらやってるわけですよ。それ非常に大きい。それからイタリアで6兆ドルの債券が見つかって8人逮捕されたニュースも、それも普通のニュースに出てるわけです今、向こうの新聞とかに。でニュースには出てないけど、私の情報源で確認したのはアメリカの財務長官のガイドナーが、逮捕されました。24日の日に。でしばらく、尋問を受けてペラ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 喋りすぎてね、普通は喋ってもらうために殴るけど黙ってもらうために殴るぐらいだって言われたわけ、ジョークでね。であとベルロスコーニイタリアの元総理も別件逮捕で、まあなんか児童わいせつとかいろんなあるけど、実は彼もペラペラペラ喋ってるから、もう今あらゆる人たちが内部告発してて、もう空中分解してるんですよ。でこれが加速するであろう。早間なくこの 3.11 の実行犯をかくまっているパウロさんがかくまっている、その辺のところを詳しく教えてくださいって、もっと犯人のことについても今どこにいるのかとか、いろいろとそのことについても何度でも。そうですね、明らかにその311に事前に関与している人物、まずね日本の財務警察、財務省、警察、至急に取り調べるべきなことは、東日本ハウスという会社の株、誰が買った、それ3月10日にその株価4割上がったんですよ。東北で格安住宅作る会社、それをまず調べろ。だけど明らかにここの事前に関係してたのは、中曽根康弘、大沢一郎、それから、菅直人もグルなんですよ、何らかの形で。で他に、外国では J ロカフェラー、あと闇の方の、ピーター・ハンス・コルベンバック、パパ・ブッシュも関係してる。大体分かってるよ、首謀者たち。必ず仕返しするよ、誰かが。で今どこにかくまってあって、どんな感じしてるんでしょうかねっていうようなことも言ってましたけどね。場所はわからないんでしょうかね。そういうまあほらバチカンに行けばピーター・ハンス・コルメンバーグ見つかるでしょ。でバージニア州に J ロカフェラーいるでしょ。でね、誰か中曽根になんで自分の日の出村のね八王子の方のところに核爆弾を置いといたのはなぜですかって聞けばいいんですよ。それは
初耳ですが、総裁、その辺のところいかがでございましょう。そこは何とも言えませんね。わかりました。はい、俺、事前にね、日本の警察に言ったよ、今、日の出村に原子爆弾あるよ、で核テロ起きるぞって言って、で動かないもん、それを言った人を逮捕して、ベンジャミンが麻薬使ってるから、証言してくださいって頼むだけでもう無能で。中曽根はね、そういうその陰謀の引き受け人にはようならないんだよと。自らの手は汚さないというね、最も卑怯でずるいやつなんですよ、中曽根町男は。人をうまく使って全部人のせいにしていくわけよ。もっと小賢しい典型的な男です。昔の内務官僚時代に自分のライバルの後をつけて双眼鏡でそれを覗いて、あ、こいつは女の家入ったということをレポートして上司に報告して、それをクビにするとかね。自分の同級生の親友の東郷民康を5億円取っといて、東郷を助けてやるぞと5億円取っといて、その東郷を児玉義雄に売り飛ばして、ね、東郷を食産住宅から追い出したの。まあ、自分の友達、親友をそういう裏切り方をする男なの。でもだからこいつはね、悪いことはしょるけどもね、自分の手を汚さないように人をうまく使う男なの。まあ、これほど汚いやつがおらないから、自分の家に原子爆弾を置くほど度胸がない。だから事前にもう報告したんですよ、そこにあるよと。で、警察動かなかった、それは事実なんです。これはオウムの朝原より悪い男だから。だって朝原だってね、オウム真理教もあれは全部ね、上がアルカイダユダヤ人が全部管理してた、演習してた、あれで、それの担当の日本人のヤクザ、太田という名前の人間で、下の名前知らないけど、娘は太田秀子という子なんですよ。その人もこの311の関係者なんですよ。で、北朝鮮マフィアのトップの人だというふうに聞いてるんですけども、中曽根とは絶対近い人。で、あとはね、地球丸という船が、311の前にずっとその震源地になるところで穴を掘ってたんですよ。で、自衛隊チームは15人が、原子爆弾を置いてたんですよ。で、その作業なんかの実験だって言われてて、本当何やってるか分からなかったんですけども、311の後、その15人のうち14人が殺されたわけですよ。で、1人が、泉パウロというその立川教会の牧師のところに、行って話したら、キリスト教団体が彼のことを守ったわけ。で、その証言をベースに、本を出してるわけ、泉パウロさん。で、その自衛隊の人間が今アメリカにいるらしいですよ。アメリカのキリスト教団体が保護してるけど、殺されないように居場所を直接教えないようにしてる。人間の本物か偽物かはね、その面に現れるわけ。中曽根の顔は私も何本見てもこれは詐欺師の顔だ。笑っちゃいけないんですけど、前原はこの顔は裏切りの顔なんです。これは僕も京都人の特有の裏切りの顔なんだ、前原っていうのは。僕もね、中曽根を1時間半ぐらい直接1対1で話したことあるんですけども、やっぱりね、本音は一切言わない人だったわけね、もう全部なんか嘘をついてたわけ。すごくもう目つきでわかるよ。なるほどですね。東郷民康から5億円取って、お前の身は助けてやると約束しといて、これを逮捕したのは中曽根じゃないか。ね、河合慎太郎、長野健二、田中角栄、みんなグルなって長野を助けるために東郷民康を逮捕したんだ。東京事件逃走部の河合慎太郎は。ね。こんなね、もうむちゃくちゃな裏切りをする男だ。だから前原の顔と中曽根の顔と橋本徹の顔とプーチンの顔と見比べてみろ。ね、こっちは橋本の顔は純粋な顔しておる。政治に向かうその情熱は。
これは一点の曇りもない顔しとる。橋本は大阪の前原みたいなパフォーマンスと要領だけで、ね、これほど裏繰りを濃く顔に出してるとこおらない。国民は騙されてるんだよ、この顔に。はい。プーチンの顔と見比べろって言うんだよ、プーチンの顔と。前原は、あと何年頑張ってもプーチンの顔にはなれない。ね、京都のこの小高しい顔なんだよ、これ。わかるだろ、トラ見たら。そこで、アメリカへバンバン金を投資するレーガン、長瀬にロンヤスというおだてられて、どんどん持っていく。そこでアメリカは、はい、ここらで食べ頃だと、ここだという時に、ジャパンレポートを作らせて、日本の経済を止めなければダメだという大義のもとで、バブルに急ブレーキかけたわけだ、バブルに。そこで急ブレーキで日本車がひくられたわけ。バブルまず起こさすのは戦略なんです。起こさして、潰すの。それが経済を破壊させる。そういう戦略。これ、全て手助けしたのは中曽根なんですよ。そして実行したのは、宮沢、橋本、三重野なんだよ。ね、これが永久戦犯なんだよ。その永久戦犯につなぐ前の、前段階を全部仕切ったのは中曽根なんだよ、ね、これを知らずに政治を語ってはいけないんだよ、これ前原。どうだ、ね、お前たちはそういうことも分からずに、ただふらふら女学生みたいなスタイルでやな、ちょろちょろ人の社会に、国際社会から舐められるんだ。今の日本を救えるのは、大阪の橋本しかないだろう、私はもう。だから橋本を叩くやつは許さんと。ね、橋本を育て上げなければダメだと。これを有権者、納税者は真剣に考えなきゃいけない。それによって自分たちが救われる。でね、戦後、ね、日本に天才が出ないように、橋本みたいな人たちがこう殺されたり、こう騙されたりなんかこう、されてたんですけれども、これから橋本みたいな人の100人に行ってもおかしくないわけ。もうそういう、間引きができる状況が終わっちゃったわけですよ。チャンスですね、そしたらば暗殺されることもないでしょうし。で今まで例えば政治嫌だったから民間に入った人たちもこれから国のために働いてもらいたいですね。そうですね。この番組のね視聴者の皆さんたちってのはもう皆さん本当意識の高い方たちが多いんで、ぜひね我もやるというような人出てきていただきたいですよね。もうそろそろ行動に出る時期になりました。そうですね。総裁もっとどうでしょうか、その辺のところ。この視聴者の皆さんに対して今はねもう全部詐欺の国ですよ。年金詐欺、もうこの間も2000億使い込んだ詐欺会社、そういう詐欺会社を200社も作ったこの金融庁財務省のね責任は大きいんだよ。だから安住も責任取ってやめなきゃダメなんだ。これ枝田もみんなこれやめなきゃダメなんだ。それから今の金融庁亀井静香の子分、医者上がりのやぶ医者地味長三郎、お前もやめろこら、地味やめろ、責任取って国民の年金を詐欺に渡しとるじゃないか、詐欺師に。詐欺師のお前は手下か、地味や亀井静香、お前たちによってこういうものが起こるんだよ。やめろこらまあごめんなさい、今総裁の話であれですけど、よく竹島っていうコメント今見たんですけども、実はね韓国にいた時にね、竹島について話した時に僕は提案したんですよ。武道大会で対決して決めるのがどうかと。で、おおいいねって言ってたから、ぜひ沖縄弁当立てて、それでもう武道を使ってこの竹島の権をとりあえず20年間の特権を争って、また20年後にもう一回やるという形でどうかと。
一つ提案なんですけど、向こうは OK だって。そしたら総裁のブドウですから一番いいのを選んでいただいてやっていただこうと思うんですが、どんどん時間を押してるんですが、最後にちょっと石油が石油って言いますかね、ガソリンがレギュラーが急に10円ぐらいポーンと上がってるんですけども、その辺についてお二人の意見をちょっと聞いてみたいんですけど。いやこれはね、やはり円高で原油の輸入価格が安いんだから、十分このいわゆる値上がりに対しての吸収力は円高であるわけ、ね、これ円が100円ならどうなるんだと、105円ならどれになるんだと、原油の値上がりよりもはるかにまだ余裕があるはずだ。それで吸収できるものを得のは石油会社から裏取引をしてあげてるわけ、これは。売国道なんだ、こいつらは。これはね、これが利権政治なんですよ。わずかな金をポケットに入れると、はい値上げ。買い枝なんか東京電力の買い枝だ、これは買い枝。枝のも。これはね、電力からちょっとリベートもらったらあげる。僕にはそれによって国民が非常に苦しまなきゃならないんだ。だからこういう町人利権政治はやめなきゃいけないんだ。町人利権政治は金で全部国民を売り渡しちゃうわけ。賛成です、それは。あとね、今ね、シオニストの連中がその、金融戦争の一環として今値段を釣り上げてるんですよ。で、僕たちがそれに対抗するために石油いらない技術者を日本に早く招待して、早く油のいらない車をどんどん作るチャンスが来てるわけ、逆に。あんたらの油いらないということを言える立場になれるんですよ、この国は。この国家非常事態を見ていただいている皆さんたちは本当にいろんなことを勉強していらっしゃいますんで、もう今状況、環境を整えてるから、あとちょっとで全部ポロッと変わります。今度は、皆さん方に期待をしながら、本日はこれでおしまいということでございます。長い間ご視聴ありがとうございました。次回は3月13日